くだらない。なんかのゲームこれ。ゲンとかなんで？彼は女子マネージャーの着替えを盗撮したんです。え？私たちの？ケント。てめえふざけんな。俺と黒目は死んでるかもしれないんだぞ。ダメダメ、私を見て。ずっと黒目は貴様のせいで。おいやめろ順平。逃げよ。あ？ちげえに決まってんだろ。そう、実際は違うんです。当社アプリ恋愛ラブコメ部門1位、青春ファンタジー部門1位、なぜかサスペンスホラー部門も1位、当然総合部門5週連続第1位です。よっ。もちろん公文龍炎最新作という期待値が高かったこともありますが、黒目先生の作画も評価うなぎ登りで、編集部にもファンレター届いてます。ありがたい。このままいけばアニメグッズ化という話になりますが、アンビリーバボー。でも公文さんは本当にすごいと思います。リアリティっていうか、ここで話したことのないシーン、まるで私の会話をすぐ近くで聞いてるかのような。すぐ近くね。それはそれが作家の想像力というやつだよ。そうそう、公文先生の妄想は時にテレパシーの領域まで。あ、週末温泉に誘われました。温泉？誰と？お父さん聞いてないぞ。いいじゃないですか、温泉ぐらい。だって温泉ってもろ。ああ、そうなんですよね。まだ高校生のイメージでつい私も。いいな温泉、私も行きたい。本当の海の近くにある。え？雨宮君が宿を取ってくれて、私たち女子マネ3人と雨宮君と江田君とキャプテンの白崎君。なんだ健全か。いや久々10年ぶりのメンバーで集まって。海行きたい、水着行きたい。でも気まずいっていうか、ほら事件の真相、リリ子ちゃんの発言の後で。まあ確かにその盗撮したというキャプテンとも水は会いたくはないだろ雨宮君が必ずって有無を言わせない感じで。私が彼に全て話したからです。皆を集めてくださいとも。やっぱりそうなんですか。リリ子さんは改めて白崎キャプテンも真実を告白しないといけない。なんせ本当の海ですから。う。つまり全員を集めて10年前の真相をそこで。大チャンスです。でもまずいことになるんじゃないですか。下手したらこう罵り合いっていうか。それも織り込んでみんなで本当のことを語り合う。雨宮君が三島さんもぜひにと。私はあんた関係ないから。君も伝えるべきだ。え？いや、君こそが10年前のメンバーに思いの丈を。思いの丈。水、お父さんもそう思う。あの頃よりもきっと強くなってる。もう大人なんだから過去の総括というか。そんなに心配なら言っても構いませんが、私たちは恋人設定だから同じ部屋にお泊まりですよ。むむむ。そういうことです。私は構いませんけど、同じ部屋でも。え？むむ。同じベッドでも？大丈夫ですよ。混浴でも。む。なんだこの青春カップル具合は。水、いくらお前に好き酒中の公文先生だからって煽るのは良くないな。私はあくまでクリエイターとしてで。好き認めた。うるさい、調子に乗るな。そうだ告られたこともないゼロ恋のくせに。私も告られたことだってあります。先日江田君に。ついこの間。それはもちろん今江田君と水木がうまくいってないから現実逃避的なものなんですけど。水、お前のことがずっと好きだったのに。詳しく知りたい。いつどこで？私もそのシーン聞きそびれてたから。聞きそびれてたから。初めて男子に告白されたから、水木と結婚してるとかそういうの一瞬吹っ飛んじゃって、慌てて
何言ってんのこの人って。男子ってずるってプチパニックっていうか。そりゃ初恋相手、高校時代まで引き戻されるもんね。いいなあ、告白されて温泉来て水着着て。待て、もう一度言ってくれ。え、何？水着着て。パス。そりゃ初恋相手？パス。公文さん、初めて男子に告白されたから水木が結婚してるとか。なんてことだ、この苦悶流煙としたことが。そうか、そういうことだったのか。ヒントは散りばめられていたのに、書き手の私がまんまと。いや、ずっと引っかかってはいたんだ。公文先生、どうした？だが今、ようやくバーリーだ。来た。パーフェクト理解。何を？本当に一緒に行ってくれないんですか？しつこいな。私が抱えてるのはこの物語だけじゃない。乗りがかった船っていうか。本当の海だ。それがどういう意味か分かって言ってるのか。怒った。珍しいけどなんで？かな。では我らが愛しき青春の浜辺にファンザ。乾杯。うまいね。本当の海だからかね。あれ、倉持。駐車場でお会いして手伝っていただいてます。そう。さて、皆さんはともかく全くの部外者である私三島公平、なぜお前がここにいるんだとおっしゃらないでくださいね。いや別に構いませんよ。黒目の彼氏なんだし。ここは客観的に司会進行がいるのではと考えた次第です。司会進行？どういうこと？とっちゃらからんように時系列の整理や万が一殺伐としてしまった時のために。私アシスタントを務めますめいめいです。どうぞ私で目の保養をしていただいてですね。さっきからしてまありがとうございます。アホか。さて早速ですが、10年前の雨宮さん、黒目水産の事故についてその真相をお話しいただきましょう。何？真相って。あの事故は私が原因なの。え、何？え、ちょっと待って、どういうこと？原因ってとぼけんな。次はお前が。雨宮さんが水をここ本当の海に誘った校舎の屋上、彼女はそれを聞いていたんです。うわ、さすがストーカー。水木、今は茶化さないで。え？連覇のかかる大事な大会前、ここ本当の海に誘うというのは当然ながら告白めいたことが想像される。あ、それはそうだ。だから俺だって。リリ子さんは何としても止めたかった。頭脳明晰な彼女にしては後先考えず、私はこれを魔が差したと解釈しました。って事故の原因がリリコって？実際の実行犯は別に。資源に決まってんだろ。そう、実際は違うんです。え？まず最初にリリ子さんからこの話を聞いた時、私は違和感を覚えました。私は別に嘘は。あなたはそうです。
だけどこの話には違和感がある。つまり盗撮での罪、知られれば最悪退学もあるでしょう。だけどバイクに細工などしたら殺人未遂、いえ下手したら殺人罪です。フットサルで自己紹介した際、私はキャプテンにリリコさんからもあなたのことを聞いたと言いました。その時白崎キャプテンは苦笑いした。もしかして盗撮した恥ずかしい過去を今さら漏らされたのかと。だけど殺人未遂の片棒を担いだことをばらされたのかと、そこまで怯えた顔ではありませんでした。つまり実際にはバイクに細工なんかしてない。本当か？お前いい加減にしろよ。マジで疑ったの？つか不具合あれお前だって気づくだろ。オイル漏れってこんなところでこれっかよ。それは脅されはした。だけど何もしていない。でもよかった。私はキャプテンがいくらなんでもって半信半疑っていうか。ありがとう。半分疑ったの？いやだって魔が差すこともあるかって。待ってよ。ちょっと戻るけど、盗撮って最低なんだけど。いや信じらんない。携帯がないってケントが俺に。え？つまり愉快犯っつの？俺はここで退部宣言させられた葉山と戸塚じゃねえかと思ってる。ケントの携帯で撮影してわざとリリコに見つけさせた。それ葉山と戸塚には？それどころじゃなくなったろ、お前の大怪我で。ああ。その一悶着はケントから聞いてた。ちなみに動画は俺が消去を確認したから。私あれ俺何もしてないって言わなかった？つかするわけねえし。お前ずっと俺がやったって。さっきも言ったけど2人の事故で何もかもすっ飛んだんだよ。リリコ、よかった。ならあなたは別に。ケントを脅した事実は残るんだけど。だけどそれでも。ごめんなさい。ごめんなさい。もういいんだよ。リリコもすごく苦しんだんだろうから。言わなくてよかった。ずっと誰にも。だけどあなたはただの事故だったんだよ。でも篠崎君が何もしなかったとしても、実際私が願ったことは事実だから。リリコ、事実だから。誰かの魔が差す発火点、さまざまなキャラクターの複合的な疑心誤解、物語は捉え方でいかようにも動きます。種を明かせばそれほどのことではなくても。最初から種を明かしてください。だよな。それじゃここには集まれない。本当の海には。まあいっか。ちょっと盛り上がったしね。では改めて皆さんの杉氏青春の思い出、本当の海に。倉持さん、シャンパンを。はい。お願いしますか。村内さん。待ってくれ。ここは本当の海だ。俺はここに黒目を誘って告白をした。だからそれはもう。俺は女に興味がないんだ。
その性的にな。黒目に告白したんだ、ここで。俺好きなんだ。あいつのことが。それはお前のことだ、ユウマ。まあ俺じゃねえか。お前と黒目が付き合ってるのは分かってた。だけど付き合うとかさすがに見たくない。卒業まで、いや最後の大会が終わるまではやめてくれって頼んだ。プレーに影響するとかなんとか適当。適当かい。黒目はマネージャーだから当然って笑ってくれた。そうは言っても俺は俺自身の気持ちを持て余してたんだ。黒目に言えて楽になった反面、俺はグラグラしてた。俺は一方でグラグラして。あれは事故ですよ、雨宮さん。分からない。あの時黒目を背中に乗せて俺は俺自身がもしかしたら魔が差したのかもしれない。あれは事故だよ。絶対そう。だって雨宮君、瞬間私に大怪我させないようにって。すまない。みんなすまない。俺は誰も責める資格がない。いや、つかさ、今ポリコレってかダイバーシティの時代じゃない？全然気にする必要ないっていうか。まあわかるよ。確かに10年前だと今よりずっとね。水木。分かった。何よ急にでかい声。びっくりさせないで。だからか雨宮純平 U18 だよ。自分で持ち込んで余裕で決めれるのにあえてユーマにごっつぁんゴール量産させた。お前俺のゴール全部ごっつぁんっていうか。いや全部とは言ってねえ。したらかなりの数。伝説のボレーシュート。あれもボールの質だろ。いやあれ俺の。前だ。純平、なんて言っていいかわからない。わからないけど。普通の恋愛と一緒さ。その時期はただお前って話。俺は大学社会人とそれから付き合った相手は何人もいる。それどこで知り合うの？興味ある。今度な。雨宮君のことだからきっと面食いよね。性格が良ければ。理想だけはなあ。つい笑いすぎ。って泣いてんの？安堵です。彼女は実際墓場まで秘密を守ろうとしたんです。事故の後いろいろ聞かれても言えるはずない。そうだったのか。黒目一人に俺の秘密を背負わせた。違うの。私も弱くてグラグラしちゃってたから。あの後離婚とかいろいろあったって言ってたけど、
本当はお父さんにお願いして引っ越してもらったの。私あれから10年間家に引きこもってたの。大学も行ってないし、もちろん就職もしてない。ゲーム関係。やることないからアニメ見たりゲームばっかり。現実それこそ完全逃避で。思いの丈。コロナもあったでしょ。だからってこともないけど、入り口行けないって煽られてる感じもなくて、いつの間にか10年も経ってて。取り残されてるの分かってたんだけど、だんだんどんどん跳ね返せない自分は弱いんだって。だからって別に毎日同じように誰にも会わなければ迷惑かけないで済むしって。時々胸がキュッてなるけど、どっかで居心地も良くて、まるで蜘蛛の巣にかかった虫みたいにそのうち食べられちゃうの分かってても諦めちゃった。でも雲は現れない。不安と恐怖いるのはわかる。でも雲の姿は現れない。結構な末期でしたね。そのうち父親が自分さえも雲に見えてくる。存在させないとより恐ろしいからです。どうして連絡？いや、そんな風に。考えもしなかった。スイ好きなんだ。告られて浮かれたかよ。消えてほしいの。私に任せて、彼のことを。みんなの思い。愚かな白いキャンバスは赤、青、黄色、緑、色とりどりに塗りつけられて自分の色を見失い、次第に息もできなくなった。でもほら、三島さん、彼氏さんができてね、こんなにスイを理解してくれてる。そうそう、今は幸せならさ。そうそうって軽いな、キャプテン。彼は違うの。三島さんは私の彼氏ではない。でもお父さんの担当編集さんで。その人は私なんか相手にしない人。子守人の私をネタに連載打ち切られたお父さんとコラボしてもらってただけ。公文龍炎。え？誰？あんた知らないの？
いいの見バレして。ここに来れば当然その話になる。三島公平は強制退場だ。なら私もクモンちゃんに飼われてる猫ちゃんです。にゃー。言わなくていい。すごく感謝してます。弱い私を引き上げてこうしてまたみんなに合わせてくれた。転送されてきた同窓会の案内捨てられずにいたことで公文さんは私が子守人を辞められるとしたらこれなんだって察してくれた。もう一度会いたいって、みんなに会いたいって、なら会えばいいって、背中を本当に雲に食べられちゃう前に。てめえのことばっかの俺たち、それでも会いたかったって？ 10年ってああやだ、ほんと無理。そんなのって情けねえ。俺はとことんキャプテンの器じゃねえわ。それは仕方ない。だって補欠だから。仕方ないよ。久々揃ったな。補欠だもんな。